ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ベビーメタル、ノーレイン、ノーレインボー。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、今回のですね、ベビーメタルノーレイン、ノーレインボーの歌声分析動画をきっかけに、ベビーメタル強化期間というものを設けたいと思います。期間はですね、この動画が公開されてから約1ヶ月間ですね、1月の中旬ぐらいまで、ベビーメタルさんのですね、楽曲の歌声分析動画を優先的に公開していきたいというふうに思っております。9月にですね、ベビーメタルさんのモノクローム、ザ・ファーストテイクバージョン、こちらのですね、歌声分析動画を公開した時にですね、コメントでリクエストをたくさんいただいていたんですよね。で、そちらにですね、お答えできていなかったので、リクエストをいただいた楽曲をですね、積極的に公開していきたいなというふうに思っておりますので、お付き合いいただけたらなというふうに思います。そして今回、ノーレイン、ノーレインボーのツーメタルさんのですね、歌声聞いてみたんですけれども、もうね、表現力お化け。こんな細かいところまで表現しているのっていうぐらい、ほんとね、ミリ単位で刻んでるんじゃないかっていう表現力かなっていうふうに思いました。もうここまでの表現力って果たして日本に他にいるのかなっていうふうに思っちゃうぐらい素晴らしいなっていうふうに思いましたし、感動しちゃいました。そういった部分をですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ベビーメタル、ノーレイン、ノーレインボー、歌声分析 GO！ あ、いいね。いや、最高の入りじゃないですか。バイオリンの音がね、フェードインしていくとともにピアノのね、ちょっとね、物悲しいような旋律、最高に好きな雰囲気ですね。やっぱりメタルって言ったら、こういう暗い旋律ですよね。専門用語ではマイナースケールって言うんですけど、この悲しい感じがね、またかっこいいんですよね。続きいきますよ。あ、たまらない歌声ですね。声の出し方的には、鼻の響きをメインで使った音色をチョイスしてると思います。これをですね、歌の専門用語では、鼻腔共鳴って言います。ちょっとだけ歌声にですね、鼻声の音色を混ぜるんですよね。そうすることによって、歌声に美しい成分が混ざってくるというか。で、全体的にですね、明るい声質をチョイスして歌ってますよね。イントロは悲しい雰囲気だったんですけど、この歌い出しの曲の雰囲気はちょっと明るいので、そこに声の雰囲気を合わせにいったんじゃないかなっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。明るいですよね。ちょっとね、スーメタルさんの距離が遠くて表情確認できないんですけど、おそらく口角をですね、上げた状態で歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。顔の表情っていうのは歌声にものすごく影響を与えるんですよ。明るい表情で歌うと明るい声質になりますし、暗い表情で歌うと暗い声質になるんですけど、多分笑顔で歌ってんじゃないかなっていうふうに思います。顔の表情を無表情にして明るい声を出すっていうテクニックもあるんですけど、これを使っていたらですね、スーメタルさんものすごい声質コントロール力だと思います。次いきますよ。口の中をですね、ちょっと平べったいような空間作りをしてるような音色なんじゃないかなっていうふうに思います。
この美しくて研ぎ澄まされたスーメタルさんの歌声にですね、ちょっとだけこう乾いたような雰囲気を感じるんですよね。艶っぽさではなく、こう日常会話の時の声質に近いような成分というか、そういった成分を感じるとなんかね、こう親近感が湧く歌声っていう感じがしますよね。もう一回聞いてみましょう。どうしてみたいな、こういった音色かな。これはですね、口の中の口腔共鳴というところの響きがですね、前に出ている音色なんですよね。ただ、全体的にこの声を使っているわけじゃなくて、どうして、ここのポイントでですね、口の口腔共鳴の響きをポンと出して、親近感がこう湧きやすいような歌声作りをしているんですよ。こういった細かいフレージングの作り方っていうのはスーメタルさんならではなんじゃないかなっていうふうに思います。素晴らしすぎますね。次いきますよ。ここの部分で先ほど言った鼻腔共鳴の音色が分かりやすいような歌声チョイスしていたと思います。鼻声のニュアンスがですね、感じ取りやすい歌声を使っていたというか、それがね、また可愛いんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。明日さえもみたいな。ちょっとね、僕は今大げさに鼻声の音色をですね、声に混ぜてみましたけど、こういった系統の歌声だったと思うんですよね。で、男性でも女性でも共通してる部分なんですけど、鼻腔共鳴の音色を増やせば増やすほど、声質がですね、可愛い方向にですね、向かっていくんですよね。女性だったらとことん可愛い歌声を作りやすくなりますし、男性だったらこう中性的な女性っぽいようなニュアンスの歌声になっていくというか。なのでね、興味がある方はぜひね、カラオケとかで試してみてください。次いきますよ。いいですね。音域が下がってもしっかりと鼻の中の音色をキープすることによって、声の存在感もですね、キープしているんですよ。声っていうのは皆さんもご存知だと思うんですけど、音域が下がれば下がるほど自然と声量も下がってくるじゃないですか。そうなってくると声の存在感がですね、薄くなりやすいんですよね。ただ、鼻の響きをですね、キープしたまま音域を下げることによって、そこまで声量が小さくなったっていう雰囲気がですね、感じにくくなるんですよ。その結果、声の存在感をキープしたまま、幅広い音域を歌うことができるっていうか、そのテクニック今、スーメタルさん使ってました。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。音域が低くなってもしっかりと声がガンと前に出てますよね。これ鼻のですね、鼻腔共鳴の響きをキープしている証拠なんですよ。やっぱり歌の基礎的なレベルがですね、半端ないですよね。次いきますよ。ここでハモリが入ってくるんですね。めちゃくちゃ美しいですよね。そこまで音量が大きくハモリが入ってるわけではないんですけど、多分、スーメタルさんのメロディーよりも上の音域を歌っている上ハモリっていうタイプのハモリだと思います。上ハモリのハーモニーの雰囲気の特徴としては、ものすごくこうきらびやかな感じがするんですよね。それに対してメインメロディーよりも下でハモる、下ハモリっていうのもあるんですけど、そちらはですね、こうパワー感が増幅するような雰囲気があります。今回はね、こういったバラードの楽曲なので、上ハモリのこのきらびやかで美しい雰囲気がものすごく合ってますよね。もう一回聴いてみましょう。綺麗すぎますね。僕昔コーラスグループでプロ活動をしていた時期があるので、こういったハーモニーに関してはですね、ちょっとだけね、ボイストレーナーの中でもうるさい方なんですけど、もう完璧なハーモニーでした。やっぱりね、ちゃんと音を取るっていうのも大事なんですけど、音量バランスとかもやっぱり綺麗にハーモニーを響かせるためには必要なことだったりするので、そういったね、バランスとか、音選びとか、もう完璧ですよね。次いきますよ。
ごめんなさい。今回はですね、もう発見が多くて、今回もかもしれないんですけど、ものすごい発見が多くて、すごく細かく分析しちゃってますね。僕の頭をフル回転でですね、全力で分析して皆様にスーメタルさんの歌声の魅力伝えていきますので、ぜひね、お付き合いいただけたらなというふうに思います。で、今のところのハモリのフレーズなんですけど、やっぱりね、さすがだなって思うのが、普通使わないような音を使っちゃってるんですよね。なんか、ファンの皆さんをびっくりさせようみたいな、そういう意図があるんじゃないかっていう音選び。もう一回聞いてみましょうか。このたのにのところでですね、音楽理論的に言うところのテンションって言われる音が使われてます。すごくね、ごめんなさい、難しい話なんですけど、テンションっていう響きは、わかりやすく言うと、不協和音っていう音に該当する音です。ただ、不協和音って聞くと、使っちゃいけない音なんじゃないのみたいな感じで思っちゃう方いると思うんですけど、音楽理論的には全然そんなことはなくて、ジャズとか R&B って不協和音ガンガン使っちゃってるんですよ。でもものすごくおしゃれでかっこいいじゃないですか。使いようによってはめちゃくちゃかっこいい音。それが不協和音なんですよね。で、今のたのにのたの音ですよね。テンションが使われているポイント。ここの音があることによってその後ののにのところのフレーズの音の広がり感やばいですよね。誰がこのハモリフレーズ作ったんだろうっていう風にね、気になっちゃいますね。ぜひ詳しい方、コメントで教えてください。次いきますよ。かっこいい、かっこいい。こうバックの音が、ターラーラーっていう風に音が流れていくところで、ボーカルの歌メロディーがですね、同じ音周辺をこうキープしているような、この音関係がですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。ちょっとね、ごめんなさい。テンションが上がりすぎて、歌声分析っていうよりもなんか音楽理論分析みたいになっちゃってますね。ごめんなさい。それぐらいね、楽曲的にもものすごいクオリティだし、スーメタルさんの歌声もね、ものすごいクオリティで、僕はね、めちゃくちゃテンション上がっちゃってます。で、スーメタルさんの歌声のすごいところが、一つ一つの音をまっすぐ歌ってるように聞こえるんですけど、でもやっぱり全体で聞くと抑揚がものすごいんですよね。これがすごく僕は不思議だなっていうふうに思うんですけど、でもその不思議さが最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。多分音源化されることによってコンプレッサーっていう処理がされるんですよね。音量の大きさをですね、均一化させる処理。だから一定の音量で歌ってるように聞こえるんですけど、結構音のこの大小、ダイナミクスっていうんですけど、このダイナミクスの振り幅が広いんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。それだったら、こう、まっすぐ歌ってるようでも抑揚がすごいっていうところの理由がですね、わかるんですよね。やっぱり音の大小によって人の心って大きく動かされるので、多分ね、そういうことなんじゃないかなっていうふうに推測します。間違ってることを言っていたら、ぜひね、コメントで皆さんからのフォロー解説の方もしていただけたらなっていうふうに思うので、よろしくお願いします。次いきますよ。ナイスロングトーンですよね。で、最後の母音が、あーのところ、ここで喉の奥の空間をですね、ちょっと広げてるんですよね。あーみたいな。クラシックとかオペラの体の使い方を最後のロングトーンで導入しているというか。で、りょんりょん先生のボイトレって結構喉の奥を広げるトレーニングをするんですよね。だからね、個人的にはその影響が出てるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。いてほしかったみたいな。僕がやるとね、こんな感じの歌い方になるんですけど、多分ね、こういう体の使い方をしているポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。
うわ、かっこいい。うん、めちゃくちゃかっこいいですね。ここがサビですか？なんかすごいインパクトのあるフレーズだからサビかなって思ったんですけど、でも通常の楽曲の流れだったらここはね B メロっていうポイントかなっていうふうにも思うんですけど、いやめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。こうブレイクからバーンっていう風にスーメタルさんの歌声がこう入ってくるわけじゃないですか。そこのこの爆発してるような音圧やばいですよね。映像越しでもね、ものすごくこう迫力が伝わってくるというか。で、この迫力を表現するために、スーメタルさんの何が影響してるかっていうところなんですけど、これはですね、スーメタルさんの抜群なリズム感なんですよね。スーメタルさん、歌声も素晴らしいんですけど、リズム感も素晴らしいんですよ。もう正確無比っていう言葉がですね、ものすごく似合うっていう風に言ってもいいぐらいリズム感が素晴らしいんですけど、じゃあそのリズム感がいいっていうのがどういう役割を果たしてるかっていうと、楽譜上楽器たちとですね、こう縦のラインが揃うんですよね。例えばドラム、ベース、ギターでその上に歌みたいな、ここの音の縦のラインが揃うことによって音の爆発力っていうのが生まれてくるんです。で、ここはですね、ちょっとでもずれちゃうと、その爆発力っていうのが出ないんですけど、そこにですね、スーメタルさんの歌声がしっかりと乗ってるんですよ。だから歌声に爆発力を感じることができるんですよね。いや、これが表現できる女性アイドルは、僕はね、日本ではスーメタルさんだけなんじゃないかっていうふうに思います。ほんとすごいですよね。もう一回確認してみますか？多分今の話を聞いてからだとまた聞こえ方が変わってくると思いますんで、ぜひね、確認してください。バックのサウンドがダン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 バン、ドゥーンでみたいな感じじゃないですか。このドゥーンのところとゼのこのね、縦のラインが揃ってるんですよね。で、よく聞くとわかると思うんですけど、ドラムのドン、バン、ドン、バンのこのドン、パンのところにもしっかりとスーメタルさんの音の音符が縦のラインでこう合ってるんですよね。本当にね、リズム感が素晴らしすぎます。次いきますよ。綺麗に歌いますよね。で、やっぱりね、口を大きく開いて歌ってますよね。だからね、言葉がめちゃくちゃ聞き取りやすい。もう一回聞いてみましょう。やっぱ言葉がすごくクリアに聞き取れるから、歌詞が持つストーリーの映像がですね、頭に浮かびやすいですよね。ここまで歌を伝えようとするボーカリストも、日本にはね、なかなかいないんじゃないかっていうふうに思うんですよね。ほんと素晴らしいですね。次いきますよ。で、この歌声のパワー感も最高ですよね。美しさと力強さを両方兼ね添えた歌声っていうか、やっぱりしっかりと腹筋を使ってる証拠なんですよね。歌のパワー的な部分っていうのは、やっぱり声を出すときに腹筋に力を入れて歌っているか歌ってないか、ここが一番重要になってくるんですよ。で、声を出すときに腹筋に力を入れるためには、歌の基礎である腹式呼吸で息を吸わないとお腹に力入れることができないんですよね。だからこういうところからも歌の基礎力が半端ないっていうところが感じ取れます。もう一回聞いてみましょう。ほら。美しい、かっこいいですよね。この2つの魅力を持ってる歌声って本当ね、史上最強なんじゃないかって思っちゃうんですよね、僕は。大体どっちかじゃないですか。美しい歌声ですよね、とか。かっこいい歌声ですよね、とか。美しいかっこいいですよねってすごくないですか？いやー、本当にね、尊敬しちゃいます。次行きますよ。ちょっと弾いてね。ほら、やっぱりちょっ
と弾いてまた前に行ってみたいな、この前後を使った距離感の表現、これが素晴らしいですよね。音量の大きい小さいって上か下かだと思うんですよ。でも前後の表現っていうのは声質を変えての表現だと思うんですよね、僕は。例えば声を前に置きたいっていう場合は、声を飛ばす方向を前方向に持っていく。で、後ろに一歩引いた雰囲気を出したいときは後ろに声を引くようなイメージで歌うと、ちょっとね、こもった感じになるので、一歩後ろにみたいな感じになって、そういったね、距離感を表現できるんですけど、こういう細かい表現をですね、スーメタルさんやってるんですよね。もう一回聞いてみましょうか。ほら、弾いて、ほら、前行って。ほら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 。わかりますか？今ね、僕がごめんなさい。喋ってるからよくわかんなかったかもしんないんですけど、悲しい雨がのところで一歩後ろに引いて、その後からじわじわと前に出ていくみたいな歌い方をしてるんですよね。やっぱりこういうね、声の距離感の表現、引き込まれますよね。次いきますよ。素晴らしい。で、ロングトーンで一番前に声を持っていくっていうね。かっこいいね。歌声の素晴らしさが、注目されがちだと思うんですよ。スーメタルさんの歌って。でも僕が思うスーメタルさんの歌の本質って、こういう表現力にあるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。3曲目にしてようやくね、そこに気づくことができました、僕は。あんなに素晴らしい天性の歌声を持ってるスーメタルさんがこの表現力で歌を歌ったら感動しないわけがないんですよ。いやー、すごいね。ベビーメタルの新しい曲を聴くたびにね、僕はね、感動しちゃいます。ぜひね、歌声分析してほしい楽曲がございましたらね、まだまだリクエスト募集していますんで、ぜひね、コメントで教えてください。次いきますよ。あ、もうね、感動しっぱなしですよ、僕は。で、今のところで、ちょっとね、ビートをぐっと押さえたような感じになったじゃないですか。そうなったタイミングでスーメタルさん何をしたと思いますか？歌でビートを引っ張っていくように全体的に音を切るような感じに歌ってるんですよね。これをスタッカートって言います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。二度と会えないけどみたいな。全体的に分かりやすいほど音を切るっていう感じではないんですけど、その手前までが一つ一つの音をね、つなげるレガートっていう歌い方で歌っていたのに対して、ここの部分ではちょっとね、ビート感を感じさせるように、音を切って歌ってるようなポイントが出てくる歌い方に変えたというかね。ほら、表現力の話をしたそばからこれですよ。やばくないですか？次いきますよ。やっぱ口がよく開きますよね。ここまで大きな口を開いて歌っている女性アイドルは多分ね、いないんじゃないかな。最近はやっぱりね、リップアタックって言って、わかりやすい言い方で言うと、口パクをしてるグループさんが結構多いので、声を出していないけど、口を大きく開けることによって歌ってる雰囲気を表現するみたいな、そういう風にやってる方はいると思うんですけど、実際ね、ここまで口を大きく開いて歌っている女性アイドルってね、僕はあんまりいないんじゃないかなと思って。でも口って大きく開ければ開けるほど良いとされてるんですよ。歌の中ではね。声も大きく響きますし、声の雰囲気もすごく明るくなって、言葉一つ一つもクリアになるし、いいことしかないんですけど、それをね、スーメタルさんやってるんですよね。いや、もう本当に素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。で、多分女性にとってこのぐらいの音域って中高音って言われるぐらいの音域だと思うんですよね。ちょっと声を張って出すような音域。だから口を本来だったらそこまで大きく開かなくても出せちゃうぐらいの音域だと思うんですけど、あえてスーメタルさんは口を大きく開いて
声の魅力をですね、最大限に発揮した歌い方をしてるんですよね。こういうところがね、やっぱりね、歌をね、ものすごく大事に思って歌ってるんじゃないかなっていうふうに思っちゃってすごく感動しちゃいます。次いきますよ。いいね。ここの声力強すぎますよね。で、このぐらいの音域になってくると、地声と裏声の中間って言われるミックスボイスっていう声を使う方ね、ものすごく多いんですけど、ちなみに、このミックスボイスっていう声、正式にはミドルボイスって言うんですよね。ただ今この歌の業界の中でそのミドルボイスをですねミックスボイスっていう風に表現してる方もものすごく多いし、ミックスボイスっていう風に覚えてる方もものすごく多いんで、僕はあえて世間のですねニーズに合わせるためにミックスボイスっていう風に説明をするようにしています。ただ正式名称はミドルボイスっていう名前なんだよってことをね、頭の片隅に入れておいてもらえたらなっていう風に思います。個人的にね、ぶっちゃけその声の種類の名前なんてどうでもいいんですけど、ただね、こういう声があるっていう風なことを知っておいていただけたらなっていう風に思います。で、この辺からミックスボイスにする女性ボーカルの方多いと思うんですけど、スーメタルさんはですね、ここであえて胸のですね、胸腔共鳴という響きをメインにしたチェストボイスと言われる地声成分の強い声を使ってるんですよね。で、このチェストボイスっていうのはものすごく迫力のある声を出すことができるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほら、すっごい強い声ですよね。こういう音色コントロールがですね、本当にすごい努力の賜物ですよね。もともとのね、才能も素晴らしかったと思うんですけど、やっぱりその才能をですね、120% をコントロールするためには、やっぱりね、努力って必要だと思うんですよね。天才が努力したらね、もう最強になっちゃうっていう、まさにそれがスーメタルさんなのではないでしょうか。次いきますよ。うわーやばいね。やっぱこの辺のロングトーンもさすがだなっていう風に思いますよ、僕は。で、今の声はですね、チェストボイスのこの胸腔共鳴の響きをやや落として、少しだけミックスボイスの要素をプラスしたような感じの声になってます。ミックスボイスを使うことによって、ロングトーンをコントロールしやすくしてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。このサメナーのあたりからがミックスボイスです。で、ミックスボイスを出す時のコツとしては、鼻に入れる声の量を増やすんですよ。だからミックスボイスの部分っていうのは、鼻声の音色が少し感じ取りやすいような音質になるんですけど、今ね、そういった音色の変化があったのでね、運よく気づくことができました。ただフレーズの中でそうやって声質をね、切り替えられるっていうのがね、素晴らしすぎますね。さすがです。じゃあ次の歌い出しからいきたいと思います。いや、ギターソロがね、ものすごくね、美しい旋律でした。やっぱりメタル系のバラードのギターソロっていうと、ハモリですよね。美しすぎてね、x ジャパンのエンドレスレインをね、僕はね、ちょっと思い出してしまいました。一番最初の同じフレーズを歌った時は明るい声質チョイスだったのに対して、ここでは暗い声質をチョイスしてるんですよね。で、表情も今ね、映像を見る限り、すごくね、こう悲しい表情で歌ってるんですよ。その顔の表情の感情がですね、歌声に乗っているポイントですね。やっぱり表情で声質を作り上げてるんですよね。まあね、僕がこう解説すると作り上げてるとか、そういうなんか機械的な説明になってしまうんですけど、スーメタルさんは多分ね、そういう風な機械的な感情で歌ってる感じではなく、本当に心の底から湧き出た感情を歌声に乗せて歌ってると思います。ただ解説するとね、やっぱりどうしてもそういう機械的な説明になってしまって、この辺でちょっと誤解が生じてしまったら申し訳ないなっていうふうに思うんですけど、機械的にね、歌ってここまでね、感動するわけがないですから、そこね、誤解しないでいただきたいなっていうふうに思います。もう一回じゃあ聞いてみましょうか。ほらほら。
ほら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 。すごくないですか？ 1 回目と、フレーズ、要は音の流れは一緒なのに、声の雰囲気が違うだけで、ここまでなんか感じる世界観が変わってくるんですよね。いや、もうね、表現力お化けですね。スーメタルさんは。次いきますよ。ほら、もう泣きそう。やばいね。この声やばいね。で、なんか今、顔のアップだったので気づいたんですけど、ちょっとね、こうね、口を横に開いて歌ってるんですよね。そうすることによってすごく切ない声が出てるっていうか、なんか今にも泣き出しそうな時の顔の表情ってこう口がこうなるじゃないですか。多分そういう情景を想像して歌ってるんですよね、スーメタルさん。もう一回聞いてみましょう。やばいね。この声はやばいね。もう一瞬で心持ってかれますよね。すごい切ない気持ちがね、こうダイレクトで伝わってくるというか。いやー、すごい。次いきますよ。誰も知らない本当はただ。で、今のフレーズで、その前よりもさらに言葉をはっきりと歌ってますよね。ここで言葉をですね、さらにはっきりと歌うことによって、その後にどんなストーリーがやってくるんだろうっていう期待感が出てきますよね。この歌い方やばいですね。神がかってます。もう一回聞いてみましょう。誰も知らない本当はただ。やばいやばいやばい。本当はただなんだろうってなりますよね。うわー、これはすごいね。次いきますよ。会いたい、それだけだった。この言葉を聞いてね、ものすごくなんかホッとする僕がいます。歌詞の言葉としては、ものすごくこうストレートで、いい意味でシンプルな言葉だと思うんですけど、なんかこの言葉が聞きたかったみたいな感じになりますよね。多分この気持ちにさせてくれるのもスーメタルさんの表現力あってこそだと思うんですよ。なんか今回ものすごく熱く語っちゃってますね、僕。いや、それぐらいすごい歌だなっていうふうに思いますよ。もう一回聞いてみましょう。いやー、最高か。この歌は最高だな。で、こっからサビに突入でしょ？盛り上がってくんのかなっていうね、こういう楽しみもありますよね。早速行ってみましょう。かっこいい。やばいね。やっぱりこのサビのインパクトやばすぎますよね。めちゃくちゃかっこいい。かっこいいバラードってすごいですよね。なんかバラードってやっぱね、こう、きらびやかとか、優しさとかね、なんかそういった感情表現が多いと思うんですけど、バラードなのにかっこいい。なんかゴスペルのバラードとかでそういうね、かっこいいバラードとかあったりするんですけど、ラウドネスっていう日本を代表するメタルバンド、皆さんご存知ですか？そこの新原実さんがですね、ボーカル教則 DVD を昔リリースしてるんですよ。僕、新原実さんみたいに歌いたくて、その DVD 買ったんですけど、そこでやっぱりソフトに歌うバラードではなくて、やっぱりね、ゴスペルみたいに、うわーっていう風に歌うんだけど、ものすごく感動して、かっこよく聞こえるバラードもあるみたいな感じのことを説明してくださって、そして実際に新原実さんが歌うっていうシーンがあったんですけど、なんかね、その瞬間をですね、僕は今思い出してしまいました。それぐらいスーメタルさんの歌声がですね、かっこよくて感動しちゃってるんですよね。いやー、リクエストありがとうございます、本当に。次いきますよ。いいね。で、サビの歌い方的にはやっぱりね、シンプルイズベストみたいな感じの歌い方ですよね。いい意味でテクニックとかを入れていないっていうか、もう一つ一つの音をストレートに歌うっていうね。それがね、こうストレートにこう気持ちが伝わってくるっていうところに繋がってると思うんですけど、もう最高ですね。次いきますよ。
で、歌のフレーズって結構こう切ったりした方がバックのサウンドに乗りやすかったりするんですけど、でもスーメタルさんって一つ一つの音をこうね伸ばすロングトーン的な歌い方が多いじゃないですか。バックのサウンドには乗りにくいはずなのにめちゃくちゃ乗ってるんですよ。ここがすごいですよね。で、これどうやってるかっていうと、やっぱり音の強弱だったり、子音のこう、スッみたいな、こういうアクセント、こういった部分をですね、駆使してノリを作ってるんですよね。やっぱりね、この歌い方は唯一無二ですよ。次いきますよ。やっぱりね、スーメタルさんのこのね、長く伸ばすポイントが来るとね、僕はね、すごい喜んじゃいます。もう本当に綺麗にまっすぐピーってね、伸びるんですよね。普通だったらね、こういったところでビブラートを使って抑揚をつけたりするんですけど、スーメタルさんはね、ビブラートを使わずにこう、まっすぐ伸ばすっていうね、こっちの方がね、テクニック的に難しいんですよね。高い基礎力が要求されるっていうか。次いきますよ。いいね。で、ここで少し明るい声質にしてますよね。いや、本当に喜怒哀楽の表現をですね、いろんなところで感じることができて、嬉しい気持ちになっちゃいますね。スーメタルさんの歌を聴いていて、一緒の感情に慣れてるような気がするっていうかね。次いきますよ。いいね。もうね、すごすぎて笑っちゃいますよね。で、最後のロングトーンのところ、今度ね、また喉を広げて、太い声をですね、チョイスして歌ってるんですよね。すごい。もうこの一言につきますね。あ、歌はここで終わりなんですね。一通りね、エンディングのギターソロと、あとね、最後のピアノのフレーズまで聞いたんですけれども。いやー、すべてにおいて最高でした。以上、ベビーメタル、ノーレイン、ノーレインボー、歌声分析はここで終了です。いやー、何ですか、この素晴らしい歌は。もうすべてにおいて完璧ですよね。感情表現、声の出し方、そして空間を表現する歌い方とかね、前後とか上下。ここまでできるボーカリストが他にいるんでしょうかっていうぐらい、ほんと多彩な歌い方をしてるボーカリスト。それがスーメタルさんなのではないでしょうか。もう終始ね、もうテンション上がってやばかったですよね。途中ね、早口になったり、聞き取れない言葉がね出てきたら申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、それだけね熱中して歌声分析ができたかなっていうふうに思います。歌声分析中にですね、わからない用語だったり質問があったらね、その辺もぜひコメントで気軽に聞いていただけたらなというふうに思います。今月はね、コメント積極的にお返ししていこうかというふうに思っておりますので、それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。